ゆったりと動かそう骨盤体操。はい、始めます。まずはね、あぐらで座って、骨盤をねちょっとゆすっていきます。はい、腰にね手を、当てても当てなくてもいいですけどね。はい、骨盤を後傾前傾という形で、ちょっとね手があるとこう動きが分かりやすいですね。こうね少し後ろに倒す前に倒すっていうことが分かりやすいので、慣れてる方はね、手をつけなくてももちろんいいんですけど、骨盤を後ろに倒したり前に倒したりね、こう前に倒すのを骨盤立てるなんて言い方もしますけどね。はい、骨盤をゆっくりと、ゆすっていきます。はい、今度はねちょっと横にゆすっていきたいと思います。横です。で、横は体をこう横に倒すんじゃなくて、なるべくね上半身、なんとなくでいいですから感覚として上半身はまっすぐのまんま、ちょっとこう、右のお尻左のお尻っていう感じで交互にこう重心をね乗せていくような感じで横に少し、骨盤をゆするような動きになります。ちょっとこの辺がね難しいですよね。ちょっと横に倒したくなっちゃうんですけど、頭倒さずに、ね、動きもそんなに大きくなくて大丈夫ですからね。さあ、ここからね、仰向けにね、なっていきます。はい、それではね、いきましょう。まずは、足を、そんな広くなくていいんですけど、ちょっと開いた状態ですね。で、手も横に開いて、しっかりつけておきましょう。はい、で、このまま膝を左右に、交互に倒していきます。ちょっと腰を少しひねるような形ですね。こう全部ね、こう手を開いてこうね、バランス取るというか支えになるんですけど、ついつい手に力がぐっとね入れたくなってしまうので、腕の力肩の力なるべく抜きながらね、骨盤動かす時ってそんなにねすごく頑張るところ力を入れるところはありませんのでね、あんまりこう力を入れるぞやるぞみたいなね、そういう感じではなくて、ゆったりゆったり気持ちもねゆったりした気持ちで行っていただくといいかなと思います。はい、それではピタではなくていいですけど、ちょっと軽く足を揃えていただいて足を踏み替えていきます。はい、でね、中には硬くて足が組めないという方もいるので、いける範囲でね、硬い方はこのぐらいかもしれない。膝のところに足がかかるぐらいかもしれないですけど、無理のない範囲でね、動いてください。先ほどもね申し上げた通り、頑張るっていうところよりはゆったりとね気持ちよく動かしていくっていうところが今日のね、テーマになってくるかなと思います。はい、ではね、4の字みたいな形での動きを2つね、していきます。まずは膝の外側に反対のね外くるぶしをつけた状態で倒していく。この足で立ててる膝を内側に倒す、こんな動きになります。はい、で、ちょっと女性が主になるかなと思うんですけど、柔らかい方はこれペチャンとついちゃうかもしれないですね。はい、ペチャンとついちゃう方は少し足の位置をね内寄りにしていただくとペチャンとつきにくくなるかもしれないので、これね、股関節をこう内側にキューッとね締める内旋の、動きになるので、心地いいポジションを少し足の位置をずらしていただきますね。ここが気持ちよく動くなっていう場所をちょっと探りながら、調整していただいてやってみてください。はい、それでは反対に行きますよ。はい、足を反対に組み替えて、はい、外くるぶしで膝を外側から内側に向かって押します。はい、でなるべくね手をこう広げていただいている理由の一つなんですけど、なるべくこの腰が一緒についていかないようにおへそはずっと天井方向ね向いたまんま、股関節足だけがね、厳密な足だけじゃないんですけど、もちろん意識としてはイメージとしては足だけが動くよという形。はい、今日はねこうカウントしたりっていうことが基本的にはありませんので、こう動かすペースは、ご自身の
ね、心地いいペース、やりやすいペースで、ね、ちっちゃく、動く方はもしかするとちょっと早めに動かした方がやりやすかったり、大きく動く方はゆっくりやっていただいた方がね、やりやすいよっていう感じがあると思いますので、ご自身のペースでやりやすい形でやってください。はい。さあ、これが一つ4ですね。もう一個ね。今度は、先ほどは外側のくるぶしをかけていただいて、今度は外側のくるぶしをももの前、膝の正面あたりにね、置いていただいて、はい。今度はね、逆になりますね。下の方になってる膝を立ててる方の膝の足を動かしていきます。動かす方向は胸方向。はい。この時ね、こっちの膝がなるべく内側じゃなくて外側に開いている状態にしていただくと。ね、これでぐーっとやるとお尻のストレッチになるんですけど、お尻のね、筋肉も一緒にこう伸び縮みさせながら、はい、股関節のね、これは外旋の状態。外側に回した状態で曲げる外旋の屈曲。ね、こういう動作になります。はい。でもちろんこの動いている方の股関節もね、運動していますので、この辺もしっかり股関節を動かしてあげることでね、骨盤のコンディショニングに役立てていくというエクササイズになります。はい、それでは足を反対にしていきます。はい。よし。はい。で、ね、硬い方はこの足がどうしてもね、閉じてしまうような、こんな形になるかもしれないですけど、それはそれでもちろん問題ありませんので、無理なくね、ご自身でやりやすいポジションで行ってください。はい。これ結構お尻の筋肉がこう伸びてくるので、ね、気持ちよさを感じる。あとは腰も一緒にね、お尻と一緒にこの腰がぐーっとね、伸ばされる動きになります。気持ちよくできるかなと思います。よし。さあ、じゃあ今度はね、うつ伏せになっていきますね。はい。では、うつ伏せに変えていきます。はい。そうしましたらね、まずは、股関節をこのように曲げていきます。イメージとして、意識としては、ももがね、体に対して垂直。はい。膝から下がももに対して平行ね、ちょっとカエルの足みたいな。で、足を膝をこう顔方向にね、こんな風に動かす。はい。で、硬い方はこんなにもちろんべちゃっとならずに、ちょっと腰とか股関節がこんな感じで浮いてしまうような感じになってしまうと思います。これでもちろん OK ですからね。はい。ご自身の可動域のね、体の柔らかさに合わせて、無理のない範囲でね、動いていただければいいかなと思います。はい。動かすペースも無理にね、早くする必要ありませんので、はい。じゃあ反対の足も、はい。カエルさんの足にしていただいて、膝を耳方向にね、寄せる。こんな股関節をね、大きく動かす動きになりますね。これも結構気持ちよく、はい。硬い方はちょっときついかもしれないですけどね。もう何回も言いますけど、無理のない範囲でっていうところがね、大事になってきますから。動く範囲、あとは取れるね、体勢、ね、無理なくやってください。はい。じゃあ一旦戻して、もう一回最初の足に戻しましょう。はい。今度はこの足の形で、前腕、ね、肘からね、手首のところをしっかりとね、床について、組んだ方がやりやすいかな。肩をですね、床方向に。はい。つかない方はもちろん、いける範囲ですからね。これで、股関節と腰のあたりをね、こうひねるような状態を左右に倒す運動になります。はい。動くペースはご自身でやりやすいペース。はい。ね、あんまり大きく動かない方はもう結構早めにこうやって動いた方が気持ちいいかもしれない。大きくパターンといく方はゆったりと。はい。それでは足をチェンジしていきましょう。はい。これ私結構この動き好きなんですけど、結構腰とあと股関節ですね。特にこの曲げてる方の股関節に対してね、ぐーっとね、圧を加えていけるような形に、ね、なっていくので、なんか気持ちよくて、私この動き大好きなので、よく登場するかもしれないですね。動画の中にね。はい。これはおすすめです。
はい。さあ、ではそろそろ動きを止めていただいて、ゆっくり体を起こしていきます。はい、じゃあ最後はね、座って少し腰の、ストレッチというかね、少し動きをね、最後していきましょう。はい、足の裏、合わせていきます。膝はね、お尻から離れた状態でいいですからね。はい。で、手をね、足の指先を掴んで、頭をこのおへその方向の中にぐっとしまう動きと、ここから今度はゆっくり起こしたら、手を後ろについて腰を反らす。はい、これを交互にいきます。はい、それでは一緒にいきましょうね。中にしまって丸くなります。はい、ゆっくり体を起こしてきて、手後ろについて胸を張ります。この時に腰を反ってくださいね。はい、あと2回いきましょう。前、腰丸くなってストレッチ。はい、体を起こして、はい、腰を反って、ぐっ。はい、もう一度。はい、反らして、ぐっ。気持ちいいですね。もう一回行きましょうか。はい。前へ丸くなって。ちょっと揺すったりしてもいいですね。はい、最後、体を起こして、手を後ろについて、胸張って腰反って。はい、結構です。はい、お疲れ様でした。今日はね、骨盤体操、骨盤矯正なんて言い方もね、していきますけど、主に動かすポイントとしては腰、それから股関節っていうところになります。スポーツやる方、あとは座ってる時間が長い方、もちろん立ってる時間が長い方、立ってようが座ってようがやっぱり同じ姿勢をずっと続ける時間が、持続時間が長いよっていう方はやっぱりね、腰回り、股関節周りすごくやっぱ硬くなりやすいので、本編の方でも何回も言ってますけども、頑張らない、ゆるゆる動かすという気持ちで心地よく動いていただくっていうね。なので気持ちもそういう気持ちでやっていただくといいんじゃないかなと思います。こういうのって一番難しいのはやっぱりその体の硬さがね、人それぞれ違うっていうところなので、全く同じような感じに形にねならなくてももちろん全然大丈夫なので、ポイントとしてはね、曲げるところは曲げる、動かすところは動かすっていうところがポイントなので、その曲げる深さだったり動かす大きさかな、そういうところはあまり気になさらず、ご自身が気持ちよく動けたなと思うところで、終わった後になんかちょっと腰回りとか、場合によっては股関節も動かしてるので足、下半身ね、なんかスッキリ感が出たなとか、ちょっと動きが軽くなったな、そんな風なところがね実感できたらいいんじゃないかなというふうに思います。今日は股関節と腰、骨盤周りを調整する、動かすというエクササイズをお届けいたしました。それではHave a good day!